どうも、てれんです。本日なんですけども、だいぶ秋が深まってきましたね。一応今撮影時期的には10月の上旬っていう感じなんですよね。で、だんだんと松茸なんかも並んできたよっていうタイミングで、うちの事務所のすぐ横が市場だったりする関係で、ちょっとプラプラと散策してたんですよ。で、鮮魚店さんもそうなんですけど、どちらかというと青果の方、お野菜とかのね、そっちをプラプラしておりましたら、なんというか興味をそそられるというか、なんというかワクワクするというか、そういった食材がわっと並んでおりましたので、爆買いしてまいりました。というわけで本日はそちらを使いまして、天ぷらパーティーというわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、秋の天ぷらということで、ごたくはいい。まずは食材から。バラエティ豊かな秋の幸。ちょっとこの辺映ってますけども、ちょっと乗り切らないので、ちょっと順番に。で、パパッと準備が終わるものに関してはご紹介しながら、もうついでに切っちゃうところまでやっちゃおうと思いますんで、今回はスピーディーに参りましょう。まずはお芋部門から2種類。こちらからマロンゴールド、パープルスイートロード。で、両方とも皮はきれいに洗ってあります。僕今回初めて購入したんですけど、マロンゴールドってこんな色合いなんですね。ほんとマロンを思わせるようなゴールド色というかマロン色、めちゃくちゃ綺麗で、食感滑らかですごく甘みが強いんですって。今日はシンプルにスライスで3枚ほどいただこうかな。で、続いてパープルスイートロード。こちらね、僕も知ってるんですけど、色がめっちゃ綺麗なのね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。これもシンプルで3枚天ぷらに。で、お芋なので表面のね、でんぷんとかちょっと落としたいので、さっとお水で洗うだけ洗って、で、こちらのマロンゴールドも先ほどのパープルスイートロードもそうなんですけど、さつまいもをスライスするとこういう感じで白い乳液みたいなとろっとした液体が出てくるんですけど、これ分かりやすい。この皮の近くというか、この周りに白い液体が出てくるんですけど、これヤラピンって言われるやつで、これを放っておくと黒く変色したりとかするので、それも含めて水でさっと洗い流してます。このヤラピン整腸作用というか便秘解消に効果あるらしいですよ。では続いてかぼちゃ部門から2種類。まずは大きい方から。正直今回こちらを食べてみたいなと思って動画をね、今回撮影してるんですけど、こちらがスクナかぼちゃっていうスイカです。岐阜県です。もうね、今回のこちらのスクナかぼちゃで、それから後で出てくるあともう一つ黒かぼちゃっていうのがあるんですけど、こちら2つを調べててものすごく面白かった。まずこちらのスクナかぼちゃなんですけど、岐阜県の北の方、北部の方のブランドかぼちゃらしいです。で、スクナかぼちゃのこのスクナっていう文字を見てもらってパッとされた方はきっとアニメ好き。両面スクナとかぼちゃどうつながるのっていうところなんですけど、そもそも両面スクナとはっていうところでちょっと調べてて、ここから結構僕の一人語りが長いですからね、苦手な方は気をつけて。で、そもそも両面スクナとはっていうのを調べてて、どうやら720年に編纂でいいのかな、された日本書紀、ここに出てくるんですって。で、この日本書紀に記述されているスクナの文面が615年に飛騨の国にスクナという人物がいた。その人物は一つの体に顔が2つある。頭頂部でくっついていてうなじがない。それぞれに手足がある。膝の裏やかかとがないって書かれてて、で、ものすごく戦が強くて、なんかもう猛々しいというか、そういった描写があって、人々から略奪するのを楽しんでいたみたいな、そういった記述があるんですよ。で、大阪の大仙古墳、大仙古墳の仁徳天皇の時代に、この仁徳天皇に従わずに人民から略奪を楽しんでいたために、浪速の猫竹古熊を使わされて撃たれたっていう記述があるんですって。この内容だけ見たらもうあまりにも恐ろしい人っていう感じですけど、でも一方でこの飛騨の国、今の岐阜県、ここではどうかって言われると、この615年とかこのぐらいの古墳飛鳥時代、
この時代に地方開発の先駆者として飛騨の土地を開拓したり、あと飛騨の発展と人民のためにこう身を粉にしてというか一心を捧げた豪族、そういった感じで伝わってるんですって。ですんで地域の守り神として英雄視されていたりとか、この両面宿儺様が建立したとされる寺院があったり、両面宿儺様を開祖とするお寺とかあったりするらしいんですよ。へーと思って。そんな岐阜県だからこそ、その両面宿儺様みたいになんかみんなに愛されるとか、みんなにいっぱいよく知ってもらえるとか、なんかそういった意味合いを込めてこのかぼちゃに宿儺かぼちゃっていう名前を付けたんですって。調べててすごく面白かったです。で実際の味わいはどうかというと、まず皮がすごく薄くて、で甘みが強いんですって。でもちょっとさすがにこれ全部は今日僕食べきれないので、まずはど真ん中一発ズドンで。確かに皮は柔らかいっていうか薄い、全然力いらんかった、びっくりした。で断面こんな感じですね。断面普通のかぼちゃっぽい。ちなみにこちらの宿儺かぼちゃ、1本でお値段1280円とか1580円とかそのくらいでした。めちゃくちゃ安いと思って飛びついて買ったんですけど、これで1000円台なら安いよね。今回他にもいっぱい食材があるのでこのくらいもらおうかな。じゃあ種を除いて、この種もいろいろと活用方法あるんですけど、僕はあまり活用しないかなと今回思うので廃棄。こうなってみると思うけどめちゃくちゃ柔らかいわ。スーッと刃が入っていく。でこちら皮かなり柔らかいので、もうちょっと部分的に剥いたりとかそんなことはすることなくそのまま使うとして、多分火の通りも結構早そうに見えるので、このくらいのサイズ感で。てかどんだけ甘いんだろうか。めちゃくちゃ甘いってほどじゃないですけど、自然な甘さで別にくどいところもなく癖がなくてすごく食べやすい。で身質自体もすごいきめ細かくて、なんかどういう調理しても美味しそう。てか日本にはまだまだ知らないお野菜がいっぱいありますね。楽しい。ではかぼちゃ2種類目、黒王かぼちゃ。黒王ってこういった文字を書くんですけど、僕はじめ国王って呼んでました。黒王かぼちゃらしいですね。で北海道の JA トーマ、こちらのブランドかぼちゃらしいんですけど、僕も初めて買いました。結構いいお値段した。ただこちら僕結構前から気になってて、ようやく巡り合いました。でこの JA トーマといえばって言われるブランド野菜があって、きっとご存知の方も多いはず。でんすけスイカってご存知ないですかね。真っ黒いでっかいスイカで、過去に75万円っていうめちゃくちゃな金額で落ちたことのあるでんすけスイカ。でんすけスイカを作っているのが JA トーマです。ブラックカラーが好きな僕としてはもうたまらない JA ですね。でそんな黒の黒王とはまた別にブランドかぼちゃがあって、それがダークホースっていうらしいんですよ。この黒王は真っ黒ですけど、ちょっとねストライプみたいなのが入ってた気がする。なんかちょっとねこのストライプ柄が結構はっきり出てますね。そういったかぼちゃがありますよっていうご紹介で、黒い王様とつくだけあって、特徴としてはこの後切り分けますけど、ごく粉質で口当たりがめちゃくちゃ滑らかで甘みが強いらしいです。だから食感はこうホクホクでこう舌にネトッとするようなああいった感じの食感で、カロテンが多くてものすごくオレンジ色なんですって。でこのカロテンっていうのがかぼちゃとかのこの黄色い色合いに関係してくるところなんですけど、こういう色ね、カロテン。抗酸化作用とか老化防止、それから動脈硬化予防とか、こういったところに期待されている成分ではあるんですけど、こういったかぼちゃとか、特にかぼちゃですけど、かぼちゃ糖質も結構高いですし、食べ過ぎるともちろん肥満につながりますよ、気をつけてねっていうところと、あとこういったカロテン取りすぎると乾皮症っていって手足が黄色くなってくるんですよね。ただカロテン取りすぎて黄色くなってるだけなので、カロテンをね取らなくすれば次第に治っていくような感じなんですけど、僕はかつて黄疸が出ていたから、そういった黄疸とは全然違うものですよってことだけお伝えしておきます。黄疸は黄色っていうよりか、僕のイメージ土色だもんね。こういう色
でかぼちゃの旬、夏と秋2回あるらしくて、だいたいかぼちゃって収穫できるのが6、7、8とか、こういう結構暑い時期に収穫できるんですって。でそこからキュアリングって言って、今度かぼちゃ自体を寝かせることで中でこう甘さが増してくるよっていう、そういった熟成をさせるんですけど、僕が購入したのはもう10月入ってからなので、もうキュアリングも進んでかなりもう甘みもぐっと上がっていることだろうと思います。こちらのね少なかぼちゃを、それでは張り切ってカッティングといきましょうか。もうこの段階ですげえ、めっちゃオレンジ、そして水分量がやばい。わかります？この切り口から水分がジュワーッと出てきてるの、フルーツみたい。では緊張の柔らけえ、皮やわ。せーの。もっとでかい包丁が欲しい。せーの。めっちゃうまそう。これはうまそうやわ。確かにスクナと比べるとちょっと色合いが強いかな。あとギュッと詰まってる感覚がある。別にスクナが悪く言ってるわけじゃないんですけど。確かにこの時点で甘みが強いような気がする。多分火が入るともっと甘みが増すんでしょうね。で前回動画のバターナッツかぼちゃがちょっと余ってたので、はい、ちょっと参戦ということで、これにてかぼちゃの処理終了。今日は何気にかぼちゃ会になりそうですね。他にもいっぱい食材はありますけど。はい、次。それでは続いてがムカゴ。皆さん、僕がダラダラと話すのはほんとここぐらいまでですんでね、ここ過ぎたら折り返し地点に入ります。ここから先はおナスとかマイタケとか結構スピーディーに進みますんでね、皆さんもうちょっとお付き合いくださいませ。でこちらのムカゴ、僕はこのムカゴが出てくると秋だなって感じます。もう日本が古き古より親しんできた秋の幸ですね。でまたムカゴって漢字がかっこいいんだ。ゼロに余るで子ですからね。でこのムカゴ一体何ぞやと言いますと、こちらは長芋なんですけど、こういった長芋とか自然薯、それから山芋、こういった山の芋か、こういった植物たちってこれは根っこですけど、上はつるなんですよね。このつるにこういったポコッとしたムカゴが出てきたり、あと葉っぱ、つるから葉っぱがポンって生えているこの付け根とか、こういったところにぽっこり出てくるのがこのぽっこり斑です。だから山芋の赤ちゃんとか呼ばれたりするんですけど、実際にこの子を植えると長芋ができます。かなり時間はかかりますけどね。そんなお野菜です。でやることはほとんどないんですけど、こちらを表面さっと洗ってきます。これで準備完了。あとはちょっと全体的に見ていただいて、ちょっと双子ちゃんが出てきた。ラッキーですね。で全体的に見て、ちょっとこの汚れが気になるなっていう子がいたら、ちょっとお掃除するくらいで。ちなみにムカゴはもうこのまんまでもいただけますんでね。秋を感じる。食感的にもちょっとワイルドになった長芋って感じ。でもこの根っこの方ほどぬめりは強くなくて、ボリッシャキッと噛んだ後に口の中がちょっとぬるっとするぐらいの。でまたこれが火を通すとホクホクになって美味しいんですよね、ムカゴってね。で今回はおそらく天ぷらにするんだったらかき揚げとかでされることが多いかなっていう印象なんですけど、せっかくなので、もし串に打てるなら串に打てそうですね。こういう風にして串打ちして、この状態で天ぷらに揚げていきます。でこちらのムカゴ、一般的に代表的なお料理は多分ムカゴご飯じゃないかなと思うんですけど、もう単純にご飯にムカゴを加えてちょっとお塩を加えただけの炊き込みご飯とか、それが有名じゃないかなと思うんですけど、この秋の時期、前回お作りした油物の吹き寄せ、ああいった感じの吹き寄せだったりとか、あとそれこそおせちとか、そういったところでこのムカゴが大活躍するお料理があるんですよね。ちょっとそれを皆さんにご紹介したい。まずは何かしらの白身魚をご用意いただいて、
とは普通に腹骨すいて、で血合い骨も今回は外しちゃって、で皮引いて、あとはご用意していただくものがこちらから、無加工白身魚、卵白、卵黄、サラダ油、お塩、薄口醤油、みりんで、今回の分量がこちらから 100g、300g、1個分、1個分 70cc、適量小さじ2、小さじ3で、おそらく作ってて結構分量ごちゃごちゃっとなると思います。まあ適当に並べたので。で、一応今から作っていこうと思っているのは、石垣ムカゴって言われたり、あとムカゴの石垣寄せって言われたりするもので、ほんとね、石垣みたいな見た目がすごく綺麗なちょっとした一品っていう感じですね。風情があっていいんだこれが。実際僕も作るの初めてなんですけど。ではまずはムカゴにお塩結構わさっと入れていただいて、で全体ちょっとあえて、あとはフライパンなりお鍋なりにひたっとお水を加えていただいたら、火にかけて沸騰したら蓋をしてちょっと塩蒸しにしていきます。でこのムカゴ自体が小さいし、そんなに火の通りがめちゃくちゃ遅いわけでもないので、まあ5分くらいでいいかなって思ってます、多分。そしたら残りの食材たちのうち、こちらの卵黄とサラダ油を使って卵の素作りですね、略して玉素。皆さん今これ思いっきり脱線タイムですからね、すいませんね。そしたら卵黄1個分に対して1つまみのお塩で、今回はより時短ということで、はい、超高度文明機器はい、玉本完成。もう毎度恒例の和食の料理におけるふわふわっとさせるものですね。お酢の入っていない日本版マヨネーズみたいな感じです。それと同時にムカゴ熱っムカゴの塩蒸しも終わりましたので、こちらをちょっとおかげ。ちなみに10分になりました、蒸し時間が。めちゃくちゃ美味しい。もうわらび餅ぐらいもっちもちで、結構バサッと塩かけましたけど、今回このざる形式でね、水がたまらないようにして蒸してあるので、ほんとほんのり塩味ぐらいで、もしこれ食べてみて、なんかもうちょっとはっきりとした味わいが欲しいなっていう方は、このムカゴ、はい、めんつゆビャーでお水ビャー、大体濃さ的にはほうれん草のおひたし食べるならこのくらいの濃さが気持ちいいよねぐらいの濃さ。だいたいおだし8に対して薄口醤油とみりん、これが1対1くらい。発泡だしなので8対1対1。もっと短時間で仕上げるならもうちょっと濃くてもいいですし、お好みの感じでちょっとつけていただいて味を含ませてあげるといいと思います。そしたらその間にっていうか、これするんだったら塩蒸しした意味、まあいいや、とりあえず気を取り直して、ですり鉢に細かくした白身魚で、分量外の軽いお塩。まずはこちらの白身をペーストにして、それはだいぶいい感じにペーストになってきましたので、まず卵白は1個分で多分大丈夫。それとお醤油とみりんも加えて、はい、ここに玉本を加えたら、この玉本が潰れちゃうので、優しくさっくりと。でこれだとちょっと硬すぎるので、ここに昆布だし、お塩で塩分決めていただいて、あとはこの中にすりつぶせきれなかった鯛の筋とか、そういった塊が中に入ってしまうので、
で今日はちょっと横着して網目の粗めなざるであとは平たいお皿が型にラップを引いて八方だしを切ったムカゴで今回のすり身たちあとはこちらの空気を抜くようにはいでアルミホイルで包んでこれはこの後水滴が中に入らないようにですね。あとは蒸し器にセットして沸いてきたら蓋をしてあとはこのまま間10分から40分いい感じですね。あとはこちらの粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やして冷めたらこちらを型から取り外しのこの後カットしたら綺麗なんですけどこの状態だとちょっと集合体恐怖症の方は怖いかもしれないです。そこだけちょっとご注意ください。ではいきます。せーの。でこちらを食べやすいサイズ感にカットしてこれで石垣ムカゴ完成。なんかこういうの吹き寄せとかおせちとか入ってるイメージないです？それこそほんと石垣みたいなこのムカゴ。ちなみにこれは今回の動画には一切関係ございません。大合戦タイムです。でこちらをご紹介したかったんですけどでもどうしてもムカゴが出てくるシーズンってもうこの時期しかないのでちょっと強引にねじ込みました。で今回ねちょっと昆布だし加えすぎましたね。ちょっと生地が緩かった。もうちょっとドロッとさせてよかったですね。でもこれはこれで非常に滑らかで美味しい。口当たりがすごく優しい。まるでムースみたい。これはこれで。はい、では本編に戻ります。では続いて秋の味覚銀杏。今年の新物ですね。で銀杏を割るにあたって大体どこのご家庭にもあるウォーターポンププライヤーこちらをご用意いただいて外側の硬い殻割りのこちらをお水にぽいでちょっとお水加えて皮をふやけさせると指でペリペリペリっと薄皮を剥いていただいてこれで下準備 OK で今回こちらに串というかようじを打ってで食べやすく揚げようと思うんですけどなんかこのまんま刺すとパキッと割れちゃいそうなので一度こちら蒸します。蒸し時間的には10分弱ぐらいでいいかなと思います。はい10分経過。きたーこれとりあえずはいおかげというかとりあえずバットに出してはい秋といえばこれですよ。銀杏のこの翡翠色いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。そしてめっちゃいい香りする。やばい。でおかげでちょっと柔らかくなったのでこちらを口に刺していきましょうか。でもその前にお塩にちょっとつけてこれはうまいわ。もう今日全部これでいいんじゃないかな。とりあえず刺していきます。じゃあ続いて舞茸。これは特にすることはないですね。食べやすく裂いてでなんかちょっとここ形がなーっていうところはちょっと寄せ集めていただいてでかき揚げなんかに加えていただけるといいかなと思います。続いてゆり根。ちょっとおがくずがついてるのでちょっとこちら水洗いしてきます。あとはこちらを外っ側からパキパキ割っていくだけなんですけど今回は贅沢にこの外っ側の大きいところだけ今回は使おうかなと思います。じゃああとはこういったちょっと色が変わっちゃってるところとか少しお掃除してあげてではこの状態で結構内側までおかくず入り込んでたりするので改めてちょっと水洗いしてきます。
でこちらの内側の小さな子たちは例えば茶碗蒸しに入れていただいたりとか、特にこのくらいのサイズ感のほんと内側とかね、もうまさに茶碗蒸しサイズだから、この辺は僕プライベートで茶碗蒸しにいただくとして、でこの辺も普通に天ぷらにしてもいいんですけど、今回どうせならっちゅうことで、あとこういったね細かいところとかはね、一度蒸したりとか湯がいたりとかしてペーストにして、なんかゆり根団子とかねしても美味しいんですけど、もう今回めんどくさいのでザクザクっとカットしてかき揚げにしちゃいましょう。でちょっと変わり種でかき、今回のかきが種なしかきですね。で天ぷらにするならもう熟しまくって柔らかくなってるやつよりもちょっと張りがある方が多分扱いやすいと思います。なんとなくご想像の通りで、種なしなのでどうカットしてもらってもいいと思うんですけど、今回まずこう入れて4等分にまずしちゃって、んでヘタは取って、はい、皮むいて、超うめえ。で牡蠣はリンゴとかバナナとかと違って変色しないので、食べる直前というか揚げる直前に皮むいてとかカットしてとか、そんなことは特に気にすることなく、もう大胆に準備しちゃいましょう。それでは皆様お疲れ様でした。天ぷらの食材はこちらで最後ですね、ナス盛り合わせで、一応今回のおナスたちが長ナス、赤ナス、緑ナス、白ナス、ゼブラナス、今回はこういったラインナップとなっております。緑ナスと白ナスは今回初めましてですね、ちょっとだけネットで情報を入れましたけど、スライスが楽しみです。ではいつものことながらこの額を取って、でヘタの部分削って、今軽くカットしてみた感じ、それから持った感じを思うんですけど、緑と白結構皮しっかりしてるんですね。あと果肉も結構しっかりしてそう。その最たる例がこのゼブラなんですけど、ゼブラかなり果肉しっかりしてますもんね。でこちらのゼブラ結構アク強いので、普通のこういった赤ナスとか長ナスとかは僕はもう水にさらすことはしなくなりましたけど、このゼブラに関しては水にさらした方がいいと思います。結構茶色くなっちゃうので。もういただく前からちょっと食レポっぽいことをお伝えすると、果肉はかなりしっかりしてて、今回みたいな果肉をとろっとさせたいようなこういった天ぷらとかそういったものよりも、おそらくステーキとかそういったものの方が向いてるんじゃないかなとは思う種類です。言うなればベイナスみたいな感じです。でおナスの香り的にもこういった赤ナスとかの方がなんていうか皮目なのかな、かなりおナスの香りがしっかりするんですけど、ゼブラはそんなにおナスの香りがしないので、ほんと果肉を楽しむ感じ。赤ナスだったら中はトロットロになるんですけど、ゼブラだとちょっとプリプリっとした部分が残るんですよね。ですのでそういった食感がお好きな方はゼブラきっと合うと思いますので、ぜひ。じゃあまず長ナス、今回はこういった感じの蛇腹ナスで、で赤ナス、この子は4等分からのちょっと大ぶりですけど、赤ナス加熱すると中トロットロになるので全然口に残らないと思う。赤ナスほんと美味しいっすよね。で続いてゼブラ。ほらもうこんな感じで結構もう茶色くなってくるんですよね、リンゴみたいに。ですのでお水は結構必要かと思います。
でこちらのゼブラに関してはあんまり飾り包丁入れちゃうとせっかくの果肉のプリプリ感がなくなっちゃいそうなので、もうそのまま素直に輪切りでけどさすがにこのままじゃ食べづらいので、はい、半分。もうほら切ってすぐにこういう感じでアクですもんね。ですのでお水にポポポポンで、白ナスも同様。白ナスもそこそこアク出るかも。こちらもお水にポポポポンで、最後緑。お、これはアク強そう。緑はあんまり変色しないですね。まあでも一応お水へ。はい、お水はよーっと拭っていただいて、これで準備 OK。ではここまでで全ての食材の準備は終わりましたので、あとは衣を打って揚げるだけですので、この段階で天つゆ作りで、毎度同じ説明でちょっと心苦しいんですけども、今こちらがお鍋に水を張って羅臼昆布、それを冷蔵庫の中で一晩、その後強火にかけて湯気が出てきたらごく弱火、あとはその70度をキープしたまんま1時間、いつもの激強羅臼昆布だしです。しかも今回天つゆということで出血大サービスで昆布増量中です。贅沢なお出汁ですね。そうしたら今こちら弱火ですんで、一度ごく強火にしていただいて、沸いてきたらこの昆布のぬめりはお掃除しの、ここに厚削り節、いつもの花がつおみたいに薄いタイプじゃなくて、今回は厚切りでいきます。厚削りの方がね、パンチ力が強いので、やっぱ天つゆとかかけつゆとかなんかそういったものには僕厚削り節の方が好きです。最近はなんかもうしらくさいから全部いっちゃえ。であとは袋の表記通り優しい中火で約10分、この鰹節のアクはきれいにしながら。今回は透明感とかは何も求めてませんからね。あとはこちらをざる&リードペーパーでこせば、はい、激強合わせだし完成。正直こちらかなり香り高いので、食材の香りを上書きしてくるんですけど、まあそれはそれとして、食材の香りは楽しむなら楽しむで、天つゆとはまた別にお塩を添えればいいだけですからね。そうしましたら、今回のお出汁対薄口醤油対みりんを今回は6対1対1で、一般的な天つゆって大体8対1対1なんですよね。俗に言う八方だしって和食で言われるぐらいの比率なんですけど、今回大根おろしなんかも添えようと思ってますので、ちょっと塩分濃いめに作ってます。ちなみに今回は薄口で作りましたけど、濃い口は濃い口で美味しいですよ。あとは一度こちらを煮切ってみりんのアルコールを飛ばせば完成。それでは揚げてまいりましょう。今回も油は太白ごま油の白無焙煎タイプが3に対して、太白ごま油の焙煎タイプこちらが1です。で揚げていくにあたって今回の天ぷら粉をちょっと泥めに作ってます。っていうのも今回は卓上で揚げるのではなくて、なんとなく船盛りで一気にモリッと盛ってしまいたいので、さらっとした薄衣よりもドロッとした厚い天ぷらの衣の方がサクサクが長持ちしやすいんでね。それはまず食材に打ち粉。今売ってるのは水に溶く前の天ぷら粉です。もちろん薄力粉でもいいと思います。で揚げる温度帯はセオリー通り野菜170度、魚介180度、穴子190度、これに従って今回は全部お野菜なのでオール170度でいきます。でこれから揚げていくにあたって油への入れ方で結構衣の裂き方が変わるんですけど、例えば振って揚げれば一気に衣がふわっと開いてカリッカリになりますし、あと菜の花とか大葉とか
こういった食材だったらこの油にペチンってやると、叩きつけてやるとパッと開くし、いろいろと考え方はあるんですけど、キッチン大惨事になるので今回はおとなしく揚げます。もう良さそうですね。ちなみにこの天ぷら油の量はだいたい3センチって言われますよね。何かの目安になりましたら。で結構有名な話ですけど、こういった揚げ物ちょっと外気に触れさせながら揚げてあげると衣がカリッとなりやすいかなと思います。でいつものごとく先端ちょん、はい、最後パッパ、はい、先端ちょん、最後パッパ。いやでもやっぱちゃんと振ってあげた方が衣きれいだわ。やっぱちゃんと振ってあげよう。はい、ここでまたまた登場開花宣言。もうこれほんと楽。さあお花をどんどん咲かせましょう。はい、これで秋の天ぷら盛り合わせの出来上がりです。では実食編やっこというわけで無事に完成しました。天ぷらで、この辺に見えておりますのがおつゆだったりとか、こっちが補充用のおつゆに、これ大根おろしで、あとその他もろもろがこの辺になんか隠れてます。はい、というわけでいただきます。よし、ならばちょっと初手安定のお口の潤いといきたかったんですけど、ごめん、ちょっと僕の顔が見えないのでちょっとごめんね。余ったお出汁に関してはお味噌汁を作ろうと思ったんですけど、ちょっと別のもの作っちゃいました。それはまた実食編のほぼ最後に。じゃあまずは初手安定の舞茸かな。天つゆびしゃからの安定してうまい。やっぱ舞茸は香り高いっすね。正直今回青果市場の方で1本あたり2000円とか3000円くらいの白っぽいカナダ産とかアメリカ産の松茸とか、あと結構立派な北海道産の1本1万円から5万円くらい、そのくらいの松茸とかも結構並んでたんですよ。ただ高えなと思って。もちろん松茸美味しいんですけどね、もう普通にスーパーで買える舞茸がこんだけ美味しいので、まあいっかなということで
で、今回、揚げ忘れましたけど、あと冷蔵庫の中にヒラタケとか、そういったものも入ってたりするので、やっぱ秋は安定してキノコの天ぷらが美味しい。あと、丹波しめじとかね。で、正直冷めちゃってるんですけど、冷めててもやっぱ満足感がすごいわ。で、続きまして、ムカゴ。今回の先端のこの子が、今回一番立派な子でしたね。もうこんだけ大きかったら上等よ。秋の香り。うまいわ。意外と僕の周り、ムカゴあんまり得意じゃないって方、ちらほらいらっしゃるんですよね。多分それはこのムカゴの皮の香りとか、多分そこら辺だとは思うんですけど、ちょっと土臭いというか、そういったね、香りがあるんですけど、僕はこれが秋だなって感じる。で、やっぱ食感としては、今回一度蒸してから天ぷらとかそういう風に加熱をしっかりとはしてないので、まだまだシャッキリ感が残ってて、ほんと小さな長芋を食べてるような感じ。もう噛むとシャッキシャキしてて、だんだんとこう馴染んでくると口の中がネバーっとしてくるような。で、これが一度蒸し上げてから、例えば天ぷらにしたりすると、長芋の鉄板焼きみたいにもっとこうふわふわホックホクして、もっと口当たりもね柔らかくなるんですけど、もうどっちにしろうまい。で、当然天つゆも美味しいですけど、僕は結構ムカゴはお塩が好き。はい、抹茶塩ちょんちょんで。もうムカゴの香りダイレクト。うんまい。やっぱ天ぷらは進むね。もう日本酒が大好きな方とかやったらもう酒が止まらんでしょうね。特にこの銀杏とかね。いやー、時期ですね、ほんと。バカほどうめえ。やっぱ今年の新銀杏だからこそのこの香りの高さ。水煮も便利ですけど、やっぱ新物はね、この香りの高さと味の濃さが売りですよね。あとこの綺麗さとね。んでからの、はい、ゆり根。ゆり根の天ぷらも僕大好きなんですよね。もうこのホックホクホックホクして、でちょっとこの粉質のこの食感といいね、もう歯触りだったり、ちょっとこの奥ゆかしい香りを楽しんだり、本当に素敵な食材。はい、うんならば、ちょっと今もうお腹ペッコペコなので、はい、ちょっと食物。はい、ちょっと落ち着いた。じゃあ続きまして、はい、かぼちゃ。これが黒かぼちゃかな。甘いわ。甘くて味が濃い。で、やっぱカットしてる時から思いましたけど、ほんと皮薄いんですね。火通すと余計それを感じる。いや、王って呼ばれている意味が分かりますね。うまい。多分何しても美味しいやろうな。もうワンチャン焼肉の時のお野菜として添えちゃったら、下手しこれ主役持っていくんじゃないかな。次見かけたら絶対買おうと思います。で、続いてが少なかぼちゃ。いや、構図付け方しというよりかは味の方向性が違うんですね。この黒かぼちゃってかぼちゃの持っている香りだったりとか、なんかいろんなところのパラメータが高いんですよ。
ただ少なかぼちゃはそれとはちょっと違ってて、どちらかというと甘さのところがバンと上がってて、その他の例えばかぼちゃの香りだったりとか、そういったものってそんなに強くないなーって感じるので、甘さがすごく際立つ。でもって食感もかなりライトに感じるので、全体的にすごくライトなかぼちゃ。見た目が大きいけどね。だから全然癖がなくて、なんていうか本当スクナ様みたいに誰からも愛されるかぼちゃっていう感じ。いやでも糖度で言ったらもしかしたら少なかぼちゃの方が強いのかも。なんかそんな気さえしてきた。本当に甘い。やっぱ少なかぼちゃの方が甘いよ。でしかもこれだけの大きさで1玉1200円とか1500円でしょ。見かけたらまた即買いですね。で続いてがマロンゴールド。甘い。これはおやつですね。僕が子供の頃こんなに甘いお芋ってなかったですけど、普通のさつまいもとかはね、焼き芋でよく食べましたけど、子供の頃こんなに甘いさつまいもがあったら喜んだでしょうね。少年の種先はね。うまいわ。なんだろう、焼き芋にしたい。でお次がパープルスイートロード。こちらはいただくのは初めてですね。すいません、冷めちゃっててちょっとさつまいもの香りがあまりしないのでちゃんとお伝えできないんですけど、多分あったかい状態でいただいたら紅芋系の独特の華やかな香りがきっと抜けるんでしょうね。で先ほどのマロンゴールドと比べてちょっとね食感的にモイスティーな気がする。水分量が多くてちょっとこうしっとりしてるような感じで、癖とかも全然なく、なんというかすごくショッキングパープルな見た目ですけど、なんかみんなから愛されるようなそんなお芋。お芋系って結構口の水分持っていきがちだと思うんですけど、このパープルスイートロード全然口の水分持っていかない。好き。じゃあもうこの辺りで早々に登場、デザート天ぷら牡蠣。やっぱ牡蠣の天ぷらは美味しいね。もうほんとデザート。やっぱどうしても種ありの牡蠣だと種を取った後でちょっと形がいびつだったりして綺麗に揚げにくいんですけど、こういったね種なし牡蠣だとね、形も揃えやすいし揚げやすいし、そして食べやすい。結構小さい頃ってどうしてもリンゴとかオレンジとかそっちのフルーツが僕好きでしたけど、年を重ねるほどに思う牡蠣ってうまいんだなーって本当に好き。じゃあこの辺でちょっと味変として、はい、大根おろしで、こちらがいただき物の生姜。つい先日いただいて、取れたて新生姜なので水分量多くてもう香りも爽やかで、多分これいくらでも入れていいやつや。もうこれはご飯に合うわ。でからの同じくいただき物のかぼす。最近ねかぼすをねゴリッといただきまして、これをジューッと絞っていただいた時、今年のかぼすなんか絞っても果汁があんまり出てこないってなんかそういう風におっしゃってましたけど、めちゃくちゃ出るよ。こんだけ出りゃ上等ですって。普段どれだけいいかぼすをいただいてるんだろう。うまっ。しっかり甘さも酸っぱさもあって本当にいいかぼす。素敵な贈り物をいただきましたわ。ならばここらで、はい、改めてちょっと食没。はい、というわけで、あとここにもりっとだいたいあと半分くらい残ってるんですけど、こちら全部おナスなんですよね。今回ね船盛りで天ぷらを盛ったらインパクトあるかなと思って今回こういった感じでね先に揚げたんですけど、自分の意思で。ただやっぱダメだ、揚げたてじゃないと満足できない体になっちゃった。こちらはお夜食に天とじ丼にするか、もしくはレンチンでいただくとして、よいしょ。ということでおナスに関してはこれから揚げながらいただきます。
ちょっと内容が右往左往してすみませんね。で、キッチンでやってた時みたいにダイナミックな揚げ方はもうできないので、ここではね、ちょっとおとなしい揚げ方にはなりますけども、打ち粉なんかももうね、ここではもうなかなか難しいんですけどね。しょうがない。ではまず、中ナス。んで、赤ナス。はい、では揚げたて。やっぱこの音よ、この音。揚げたてカリッカリですわ。バカほどうめえ。やっと満たされた。で、やっぱ長ナスは安定して美味しいわ。んで、赤ナス。今日一うめえ。ベイナス、赤ナス、本日も異常なし。でも天かすもたまりつつありますけど、もう気にしない。もう網なんか持ってきてないし。はい、白ナス。僕の中ではゼブラナスとかと同じ系統かな。おナスっぽい香り。ナスの天ぷら、こういった赤ナスとかの、こういったおナスを口にパクッと含んだ瞬間の、鼻からふわっと抜けるナスの香り。やっぱあれがもうほとんどないに等しい。だからもうナスの天ぷら好きの僕としては、ちょっと物足りない感が出るんですよね。まあ香りはゼロじゃないんですけど、でもやっぱりもうちょっとあっても嬉しいなっていう感じ。まあこんなこと言ってますけど、美味しいんですけどね。美味しいんだけどもっていう話です。けど僕自身がナスの天ぷらが好きすぎて。では続きまして、はい、赤ナス、白ナス、ゼブラ、緑、じゃあ緑、緑も美味しいね。皮の部分がシャキッとしてて、で香りは淡く、癖がなくてすごく食べやすい。でもこうやって食べ比べるともちろん個体差はあるんでしょうけど、個人的には白の方が好きだったかな、緑より。んでゼブラ、やっぱこの中では一番果肉がしっかりしてて、もうほんとベイナス。でもベイナスよりも香りはそこまで強くないので、すっきりしたベイナス。結論、ナスは全部うめえ。じゃあラスト。まずは普通に自分の好きなお野菜あげて、で今回のお出汁で取った天とじ丼用の地、一応比率がお出汁4に対して醤油、みりん、きび砂糖、これが1対1対 0.5 で入ってます。ちょっと甘めのカツ丼の地、あれぐらいですね。
で何かもう玉ねぎとかも特に加えることなく、もうこのまんま火にかけちゃって、この間にご飯と、はい、卵、だんだんと沸いてきたところで卵を加えて、で卵がぶわっとこうお出汁を抱えながら膨らませるようにしてちょっと待って、卵が十分に固まったら、はい、2回目、こっちは半熟で済ませる用の卵でも半熟で閉じちゃって、ちょっと下手くそでしたね。あとはお好みで刻みネギ、理想はね今回三つ葉だったんですけど、三つ葉買い忘れました。ナス天卵とじ丼、よくねエビ天の卵とじ丼はよく見かけるんですけど、そういえばナス天ってないよなと思って、ナス天大好き人間からするとぜひこれが欲しい。でも美味しいかどうかは知らない。ではいただきます。ほらうまいやん。いやなんならエビ天よりもこっちの方が好きなんだが、すいません、食べかけで申し訳ないんですけども、もうこんぐらいしか残ってなくてですね、もうラストスパートにもならないくらいの量しか入ってないので、もうラストスパートもなしにして、ごちそうさまでした。いやーうまかったね。なんかもうまさしく秋っていう感じでした。ただどうも心残りなのが、やっぱ横着するもんではないですね。キッチンの方が掃除も楽だし、盛り付けも楽だしって今回ね船盛りでね強行突破しましたけど、そのおかげで今回の少なかぼちゃだったりとか黒大かぼちゃだったりとか、本当はもっともっとね僕もいい多分リアクションができたんだろうと思うんですけど、しくりましたね。とはいえあれだけ冷めてても甘さもしっかりと感じられてすごく美味しいかぼちゃだったので、あちらのかぼちゃ2つに関しては間違いなく僕はリピートすると思います。とても美味しかったです。であと振り返るとすると、大脱線タイムでムカゴの石垣寄せを作ったんですけど、あの時調子こいて昆布だしわーっと入れちゃってゆるゆるになっちゃったので、もうちょっとお出汁の量を加減して、で片栗粉を加えるなりしてもうちょっとこうもっちりさせて、でもっと弾力の強いものに仕上げてあげればね、もっともっと見栄え的にも食感的にもね良かったんじゃないかなっていう反省がはいございます。でここ最近お野菜とかお魚とかそっち関係がちょっと多くなってきたかなっていう気もするので、もうそろそろお肉行こうかなって思ったり、この時期ならではのルビー色に行こうかなって思ったり、まだ決まっておりませんが、また次回の動画もお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。